どうも日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではカジュアルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、引き続きね、ゲストのポリンさんに、日本についていろいろ聞いていきたいと思います。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。はい、じゃあ一応ね、これ一応2個目のポリーナゲストの話なんだけど、1個目聞いてない人もいるかもしれないから、ちょっとだけ簡単に自己紹介お願いします。ロシアから来た日本で日本学、日本歴史について研究をさせていただきます。ポリーナと申します。よろしく。はい、すごく頭がいいロシア人ってことでね。そんなことないですけど、一応。ということでね、一つ目のエピソードでは日本語を勉強し始めた理由だとか、あとは勉強の方法について聞いたんだけど、今日本に住んでるってことなんで、日本に住んでみての感想を聞いていきたいと思います。じゃあまずはそうだね、日本に住んでみていいこと、好きなこととか、何か思い浮かぶものある？はい、もちろん最初に思い浮かべるのが、それは安全性。安全性と全然心配するところないというのが多分日本の一番魅力的なポイントじゃないかなって思うし、その安全っていうのは例えば夜歩いても大丈夫とか、そういうこと？そう、例えばさ、ロシアだったら例えば女子会で解散してたら、絶対落ち着いたら連絡してねっていつも女子お互いに言うのが習慣なので、日本だったら別に、そういうのもないというのもあるし、もう別になくてもいいって感じで、全然夜歩いてたら、全然安全なのは感じてるし。そうなんだ。ナンパはあるけど、ナンパされても、いいです、大丈夫ですとか、全然もうほっといてくださいというアピールしてたら、全然ほっとけるし。本当に？そう。ナンパしつこい人とかさ。それはまだ会ってないです。まだ会ってない。会ってないだけかも。そうだね。ちょっとラッキーなのかもしれない。そうですか。それはよかった。他にさ、好きなことはある？他に好きなのは、トイレ。トイレね。トイレは最高。トイレはもうロシアに帰ったらちょっと大変じゃないかと思うし、他に、ロシア人としての、多分もう一番大好きなポイントは日本の気候。めっちゃ過ごしやすい。日本の人はさ、もうどれだけ気候に恵まれているというのが全然分かってないし、感謝してない。ごめんなさい。そう、感謝しなさいよ、ちゃんと自分の気候。そんなに。それは本当にもう毎日、冬だっても毎日晴れてて、雪も全然降らないし、確かにね、もうめっちゃ過ごしやすくて、気温もめちゃめちゃ暖かく、お互いの暖かさの定義は違うかもしれないけど、結局、薄いジャケットでも全然過ごせる気候なので、それは最高じゃないかと思う。確かに冬結構ね、天気良かったらそんなに寒くないからね。そう。でもさ、家の中めっちゃ寒くない？家の中は大変だね。家の中はちょっと大変。特に玄関のところはさ、それは朝部屋を出たら玄関に入ったら、あれめっちゃ寒い。ねえ、めっちゃ寒い。冬さ、自分の部屋にいて、で廊下があってトイレに行くときさ、廊下さ、もう本当になんか外みたいに寒いよね。外より寒いかも。外より寒い。時々外に出たら、こんなに暖かかったなっていうのが思っちゃう。そう、中の方が日本寒いからね。そう、それはある。そう、天気はいいんだけど、じゃあそこがマイナスポイントね、ちょっとね。そう、ロシアだったらさ、モスクワの冬はとても長くて、半年間ぐらい続けられる時もあるし、その5、6ヶ月、6ヶ月はさすがに大げさなんだけど、4ヶ月は絶対冬、多分5ヶ月になるぐらいで、その時全然日差し1個すらもないので、もうずっと曇りと雪か雨、それが問題で、春になったら日差しが出たら、これ何？びっくりするぐらい日差し足りてない。すごいね。ちょっと冬は大変そうだね、やっぱりね。冬はめちゃめちゃ大変で、みんなビタミン D 飲んでる。じゃあビタミン不足になるんだ。そう。なるほどね。でもさ、夏はあんまりね、モスクワ暑そうじゃないからよくない？
いやでもモスクワの夏はもう日本の夏より過ごしやすいっていうのはある。だよね。やっぱ日本の夏はあんまり好きじゃないじゃん。いや日本の夏はちょっと苦手だけど、こんな冬だったら日本の夏は我慢できる。なるほどね。こんな冬のためにね。あと天気で言うと春天気はいいんだけどさ、俺花粉症あるんだけど、花粉症私はアレルギー全然ゼロだから。でも日本の春はまだ体験したことないのでちょっと楽しみです。ね、花粉症ないんだったらね、もう桜があってさ、花見もできるし、桜はまだ体験してないので桜アレルギーになるかもしれない私。それだったらマジで最悪だからそれは日本研究失格になるんじゃない？桜アレルギー、桜本当だよね。もう桜アレルギーになっちゃダメだよ。で、他になんかある？好きなこととかは。好きなことだったら、もうめちゃめちゃ過ごしやすいっていうのがもうコンビニとかも最高だし、なるほどね、コンビニ文化もめちゃめちゃ最高じゃないと思う。知り合いの日本の人がいて、でその人がフランスに留学に行ってて、でフランスに着いたらなんか翌日帰りたい気分になったって言ってた。理由はさ、フランスの食べ物が口に似合わなかったって。で何食べたのって聞いてきたら、フランスのコンビニで何か買って食べたまずかったって。それはさ、日本以外の他の国のコンビニで食事を買っちゃダメだよそうだ、日本のコンビニとちょっと比べたらね、あれかもしんないね。なるほどね。コンビニのじゃあ例えばどの食べ物とかお菓子が好き？おにぎりとかサンドイッチとか、あれは最高と思う。サンドイッチめちゃめちゃ新鮮で、もう野菜も買っててもサラダとか、全部なんかマジで新鮮で、もうほぼ自分で買って切ったぐらいのサラダになるんじゃない？すごいね。それは新鮮さすごいと思うし、あとさ、もう料理だったら、もう日本の方が外食がもう家で料理を作るより外食の方が安くなるっていうのもある。確かに日本の外食安いね。そう、もうほぼ料理作れずに、家で料理作れずに、もう外食だけで全然暮らせるって感じ。外食ね、しすぎて太っちゃわない？それはちょっと危ないです。気をつけましょう。なるほどね。じゃあ好きなこといくつか聞いたんだけど、逆に大変だなとか、ここがもっとこうだったら便利なのになって思うことはある？あります。あるんだ。それは結構文句結構多いので、一応ロシア人だからロシア人は文句多いっていうのを言われますけどね。まあもちろん一番私が直面している問題は紙文化、書類文化。書類ね。あれが結構大変で、外国の人として銀行口座とか、あれを開くのが問題いくつかあってて、拒否されたこともあって、本当に？そう、一人のなんか独身のロシア人の女の子はさ、結局日本で怪しまれるのだからさなので結構先生が一緒に銀行になんか行ってくれているまで口座が開けなかった、なるほどね。確かにね。その時仕事も別になかったってこと？はい、仕事はないです。そうか。それじゃあやっぱ難しいよね。それでね、学校の先生とか知り合いがいたらまだできるけども、本当に一人の人は相当難しいだろうね。もうクレジットはまだまだできないです。拒否されました。まだ無理なんだ。クレジットは仕事はないのでクレジットはもらえないみたいで、いつもオンラインショッピングとかやってたら全部コンビニ払いになってる。そういうことか。ちょっとめんどくさいね。はい。なんでもうオンラインショッピングより自分でショッピングに行く方が簡単確かにね、オンラインショッピングの方が簡単なはずなのにね。じゃあ他に文句ある？あとはさ、文句というより、なんか、気づいたポイントは、外国の人はやっぱり日本だと注目されすぎっていうのはあるんだけど、前は私が行った時はマジで注目されたのはあったけど、一緒に写真いいですかとかもあったなんか大学生時代とか行った時、もう最近はさ、逆になんか多分注目されてるっていうのはあるんだけど、そんなにもうじっと見られるのはないんじゃないか。こっそり見られるんだけど、あまりこういうの圧迫はなくなってるんじゃないかと。それはさ、ポリーナが慣れたからなのか、日本人が変わったのか、どっちだと思う？それはどっちでしょう。私も慣れてるんだけど、多分日本の人もだんだん外国の観光客に慣れていくんじゃないかと。確かにね。本当に最近、もちろん東京にはさ、いつも外国人の人たくさんいるけどさ、
俺の地元の町、一応横浜なんだけど、横浜の端の方で、あんまり外国人とか俺が学生の時はいなかったんだけど、最近はね、普通にもう本当に出かけたら絶対に1人か2人ぐらいは見るかなっていう。そうね、そうね。普通になってきたよね。英語もできる人も増やしたし。そう急に増えたね。なんかやっぱりコロナの間さ、みんなさずっと家にいたからさ、英会話で多分英語勉強してたのかもしれない。そう急に上手になってたこと。その可能性もあるよ。そしてなんかお店とかに行ってたら、例えばラッシュというの店行っても、ラッシュの店員さんが Should I speak in English? って言われて、めちゃめちゃ丁寧になんか英語か日本語かどっちがいいですかとか聞いてくれるんだ。そう前はさ、もう外国の顔だからもうすぐ英語で喋られるというのはあったけど、最近は全然なんていうか丁寧にどっちがいいですかとか。なるほどね。じゃあ多分そのね、お店の中でもいきなり英語じゃなくて日本語か英語かどっちがいいか聞きましょうっていう風になってるのかもしれないね。そう絶対絶対あれがポリシーに見えたと思った。へえ、絶対ポリシーじゃない？なんかだって前来た時が5年前とか。そうそんなに5年で変わったんだ。最後に来たのが2018年。じゃあ5、6年前だね。そうへえ、じゃあそれはいい変化だね。私はいいと思うよ。めちゃめちゃ。なるほどね。じゃあこれからこのね、今聞いてる人見てる人、でこう日本に住みたいって人に対して何か言いたいこととか、アドバイスとか先輩としてありますか？先輩ですか、ちょっと緊張します。先輩としてだったら、それはもちろんもう日本語勉強が大事で、もともといろんな書類が出てくるので、それが日本語じゃないと無理というのもあるし、特に漢字勉強が大事だと思うし、それは頑張ってください。皆さん頑張りましょう。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、ということで今回もね、ゲストのポリナさんに、日本に住んでみてどうでしょうっていうことについて、インタビューしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。